ようございます。ミントです。みなです。7月18日土曜日の海外テックニュースです。今朝は7本お伝えします。トップはアップルがオープン AI で働く元アップル社員およそ40人に証拠を保全するよう求める書簡を送ったというニュースです。訴訟でのアップルの主張についてオープン AI 側は否定しています。今日のラインナップです。大手2社の訴訟をめぐる応酬から資金調達、家庭やオフィスに入ってくるロボット、そしてオープンな AI の広がりまで幅広くお届けします。それでは1本目からです。マックルーマーズやコンピューターワールドなどによりますと、アップルは今週オープン AI で働く元アップル社員およそ40人に対し証拠を保全するよう求める法的な書簡を送りました。背景にはアップルが7月10日に起こした訴訟があります。訴状によりますと、オープン AI の現ハードウェア部門トップであるタン・グタン氏や元アップルのシステム電気設計エンジニアだったチャン・リュウ氏らを名指しし、ハードウェアの設計図や製造プロセスなどの企業秘密が組織的に持ち出されたと主張しています。これってオープン AI が今作ってるハードウェアに関係してる話なんですか？マックルーマーズの報道によりますと、アップルが問題視しているのは主にハードウェア関連の設計・製造情報だとされています。オープン AI には現在元アップル社員が400人以上在籍しているとも報じられていて、今回の書簡は今後の裁判に備えて関連する文書や通信記録を保全するよう求める通常の訴訟手続きの一環です。書簡を受け取った40人について不正行為が認定されたわけではありません。オープン AI 側はこの訴えについて何て言ってるんですか？オープン AI は主張を否定しています。925Mac によりますと、オープン AI は声明で訴えに根拠があることを示す証拠は認識していないとしています。同社広報のドループ・サテリ氏も他社の企業秘密には関心がないと述べています。一方アップルはこれまでに見つかった内容は氷山の一角に過ぎない可能性があるとの見方を示しているとマックルーマーズは伝えています。双方の言い分には開きがあり、訴訟はまだ始まったばかりの段階で裁判所の判断はまだ出ていません。続いては中国の AI 企業の資金調達の話です。ロイターが関係者の話として伝えたところによりますと、中国の AI 企業ディープシークは上海のスタートアップ向け市場での新規株式公開を見据えて評価額およそ740億ドルでの新たな資金調達を計画しているということです。調達額は最大でおよそ74億ドルに上るとされています。この情報はまだ関係者の話にとどまり、ディープシークからの公式な発表はありません。ディープシークってそんなに大きなお金が必要なんですか？ロイターの報道によりますと、ディープシークは6月にもテンセントや電池大手 CATL などから大型の資金調達を行ったばかりで、今回はデータセンターや AI エージェント関連の部門で人員を倍増させる計画の一環だとされています。合わせて自社で AI 推論用のチップを開発する計画もあり、そのためのチップ設計エンジニアの採用を強化しているともロイターは伝えています。このお金で本当に IPO までたどり着くんですか？そこはまだ分かりません。ロイターによりますと、ディープシークは上海のスター市場への上場に向けて年内の申請を社内目標にしているとされていますが、これも関係者情報の段階でディープシーク自身が公式に確認した内容ではありません。今回の資金調達が実際にこの評価額で成立するかどうかもまだ確定していません。続いては家庭に入ってくる新しいロボットの話です。イーブロボティクス公式サイト及びザロボットレポートによりますと、サンフランシスコ拠点のスタートアップウィーブロボティクスは7月1日、家庭やオフィス向けの移動型ヒューマノイドロボットアイザック1を発表し、予約受付を始めました。車輪で移動し、2本指のグリッパーがついた両腕を持ち、洗濯物畳みや部屋の片付け、ベッドメイキングといった家事作業を想定しています。身長はおよそ91センチから175センチまで伸縮でき、バッテリーは8時間持続、充電は2時間で完了するとされています。お値段はどれくらいなんですか？イーブロボティクス公式サイトによりますと、価格は一括でおよそ7999ドル、または月額449ドルのサブスクリプションで利用できます。ウィーブロボティクスは以前、置き型の洗濯物畳みロボットアイザック0をサンフランシスコ周辺の顧客に販売していて、今回のアイザック1はその発展型にあたります。最初の出荷は2026年秋にカリフォルニア州から始まり、アメリカ国内の他地域への拡大は2027年の予定とされています。家の中を動き回るロボットってカメラとかついててちょっと不安になりませんか？そこは Weave ロボティクスも意識しているようです。稼働中はカメラのシャッターが開いていることが外からわかるようになっていて、充電ステーション側にもプライバシー用のスクリーンがついていると説明しています。また通常は自律的に動作する一方、
必要な場面では人による遠隔操作の支援を受けるとも説明されています。ただこれらは会社側の説明にとどまり、第三者による独立した検証はまだ行われていません。続いてはオープンな AI の広がりをまとめたレポートの話です。モジラ公式サイトによりますと、モジラは7月オープンソースの AI モデルがどこまで使われているかをまとめたというレポートの初版を公開しました。今後定期的に発行していく予定だとしています。レポートによりますと、オープンウェイトモデルと最先端の非公開モデルとの性能差はチャットボットアリーナの指標で2024年1月の 8.04% から2026年3月には 3.3% まで縮まったとしています。合わせて GPT-4 クラスのモデルを使う場合の推論価格は36ヶ月で100万トークンあたり20ドルから0.40ドルへおよそ50分の1に下がったとも紹介されています。具体的にどんな場所でオープンな AI モデルが使われてるんですか？レポートではいくつかの事例が紹介されています。ニュージーランドの放送局が市場としては小さすぎるとされてきたマオリ語向けの音声認識モデルを独自に作った例、会計大手 PwC が自社のハードウェア上で財務向けのモデルを動かし、利用のたびに料金がかかる仕組みなしで多数の顧客に提供している例、スイスでは公的なコンソーシアムが国のスーパーコンピューターでモデルを訓練し、重みとデータと訓練コードの全てを公開した例も紹介されています。そんなに広がってるならもうオープンな AI で十分ってことになるんですか？ここはまだ差があります。レポートによりますと、 AI 機能を追加している開発者の 79% がオープンなモデルを使っている一方、実際に本番運用まで届くのはオープンモデルのチームで 51%、 非公開モデルのチームでは 63% にとどまるとしています。モジラはこの差の主な要因をモデルの性能面よりも運用ツールや信頼の面にあると分析しています。続いては日本の産業界と NVIDIA の新しい連携の話です。 NVIDIA 公式発表によりますと、 NVIDIA は16日東京で日本の産業ロボティクス大手22社が物理的な AI 向けのオープンな基盤モデル作りを進めるコスモス連合に参加する意向だと発表しました。ファナック、川崎重工業、安川電機、富士通、日立、NEC、ソニーグループ、ホンダ R&D、ソフトバンクなどが名を連ねています。参加企業はデータ整備のツールやシミュレーション環境を共有できるようになるとされています。これって具体的に何が変わるんですか？目玉の一つが富士通が主導する統合制御プラットフォームの構想です。産業用ロボットの大手であるファナック、安川電機、川崎重工業の3社がこの構想に関わっているとされています。同時に NVIDIA はクラウド接続なしで工場のエッジ機器上で動く新しいモデルコスモス3エッジも発表しました。パラメータ数は40億で、上位モデルコスモス3スーパーの最大およそ650億と比べるとかなり小さく作られています。これでもロボットがすぐ賢くなるってことなんですか？そこはこれからです。連合への参加はオープンなモデルやデータセット、シミュレーション環境へのアクセスが得られる段階の話で、各社が実際の製品にどう組み込むかはこれからの取り組みになります。量産投入の具体的な時期は発表されていません。続いては日本企業の AI 活用についてオープン AI ジャパンのトップが語ったニュースです。時事通信などによりますと、経済同友会の夏季セミナーが17日長野県軽井沢町で2日間の日程で始まり、大手企業のトップおよそ50人が参加しました。初日はオープン AI ジャパンの長崎忠夫社長が登壇し、経営者が経営課題として AI を捉え続け、トップ3の課題に AI を据えるケースはアメリカと比べて少ないと指摘しました。 AI が広がったら私たちの仕事ってどうなっていくんですか？長崎社長は働き方は変わっていくとしつつも、雇用そのものはまだ生まれるという見方を示したと Yahoo ニュース ANN 配信は伝えています。人間の仕事は判断することに移っていくとした上で、最終的な判断を AI に任せてはいけないとも述べ、きちんと判断できる人材をどう育てるかが重要だと強調しました。最後はパソコンの中だけで動く AI エージェントの話です。 LM スタジオ公式ブログによりますと、開発元のエレメントラブズは16日手元のパソコンで動くオープンな AI モデル向けのエージェントアプリ LM スタジオバイオニックを発表しました。手元のコードベースを調べて修正やデバッグを手伝う機能と、文書や表計算を専用のサンドボックス環境で扱う機能があり、後者は自動でチェックポイントが作られるので元に戻すこともできるとしています。音声入力にはミストラル AI の音声認識モデルボクストラルを使ったオフラインの文字起こし機能も搭載されています。これってネット
トに繋がなくても全部パソコンの中だけで動くってことなんですか？手元のローカルモデルで動かす方法のほか、LM スタジオセキュアクラウド経由でよりオープンなモデルを使う選択肢もあります。公式はクラウド経由の場合でもリクエストは処理後に保持しないとし、これとは別に利用者のデータをモデルの学習には使わないとも明言しています。価格については公式ブログにまだ明確な記載がなく、初期プレビュー段階だとギガジンや PC ウォッチは伝えています。今日お伝えするニュースは以上の7本です。今日は大手2社の訴訟をめぐる応酬から資金調達、家庭やオフィスに入ってくるロボット、そしてオープンな AI モデルが世界の思いがけない場所で使われている事例まで、 AI が実際に使われる場所とそれを支えるお金やルールの整理が同時に進んでいると感じさせる一日でした。気になるニュースがあれば高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。以上、海外テックニュースをお伝えしました。みなとミントでした。